はい、どうもこんにちは、ごしばと申します。来たる日本時間の4月1日、アーク公式から今後のロードマップが発表されました。多くのことが発表されたので、この動画ではそのまとめを行いたいと思います。まず最初に各トピックの重要なことを要約してしまうと、このような感じになっております。はい、どれも重要そうですね。この後それぞれのトピック個別に説明していきますが、各トピックごとにね、後から見ても分かりやすいようになるべく見やすくまとめているつもりですので、ぜひ参考にしていただけるとありがたいです。というわけで、それぞれ個別の説明に入っていきましょう。まずはアーク2についてです。こちら発売時期が2023年から2024年の年末に変更となりました。さらに対応機種も PC と Xbox のみになりました。確かプレイステーションやスイッチにも展開するという話があったと思うんですが、いつの間にかなくなっていました。延期理由は簡単に言えばアーク2をより完成度の高いものにするため、開発には新しいゲームエンジンである Unreal Engine 5というものを使用しています。この Unreal Engine 5に関しては本当にすごいテクノロジーで、実写と見間違うほどのグラフィックにできるんですが、この最先端のテクノロジーを使いこなすのに時間が必要とのことです。この練習じゃないけど、実際のゲームで使いこなす経験を積むために、後ほど紹介するアーク1のリメイク版を開発することにしたということです。このアーク1のリメイクからクロスプラットフォームを導入するようで、問題なければアーク2もそうなると思われます。クロスプラットフォームとは違う機種同士でも遊ぶことができるということです。またこれまでは PC 版でしか使えなかったモッドもコンソールで使えるようになるとのことです。これは嬉しい仕組みですね。しかしアーク2に関しては現状コンソールは Xbox 版しか発売しない予定なので、 Xbox が浸透していない日本ではあまりその恩恵は受けられなさそうだなと思いました。またこれまでの情報からもアーク2がアーク1とは少し違ったゲーム性になるのではと予想されていましたが、改めて公式からも言及がありました。三人称視点でのソウルライクな戦闘システムになることや、武器が原始的なものに限定され、アーク1のようなテック装備は出ないといったようなことが示唆されました。この点は今のアークのシステムが好きな人にとってはかなり不安を煽られる情報となりました。公式は2023年中はアーク2のゲームプレイ映像や PV などは公開しないと明言しました。ただし2024年にはそれらを公開できるよう、2023年中も現在公開しているような生物のコンセプトアートなどは紹介し、開発の進捗は報告していくとのことです。個人的な感想としては、この延期に関しては確かに残念ではありますが、予想はできていたので驚きはなかったですね。2024年末って結構時間取ったなとは思いましたが、中途半端な状態で出すよりはより完成度の高い状態で出してくれた方が嬉しいです。それよりもアーク2のゲームシステムがどうなるのかが心配ですね。流行りのソウルライフシステムに乗っかってサバイバルゲームというよりアクションゲームになってしまうのではないかという懸念があります。他のゲームの真似事ではなくアークの良さを突き通してほしいですね。まとめるとこのようになります。先ほど述べた最新のゲームエンジン Unreal Engine 5を使ってアーク1が作り直されます。新たにアークサバイバルアッセンデッドというタイトルが付けられます。通称 ASA と略されるようです。アッセンデッドには上昇したという意味があり、アークの上位版という意味合いになるかと思います。こちら対応機種は PC、Xbox シリーズ S、シリーズ X、プレステ5となっております。発売時期は2023年の8月で、既存のアークのアップグレードではなく別物として買い直さなければいけません。購入価格に関しては少し複雑で、まず PC 版、Xbox 版は 49.99 ドルで、アークリスポンドバンドルというバンドルを購入することができます。このバンドルにはアーク1リメイク版にプラスしてアーク2の所有権が含まれており、2024年にアーク2のベータ版を先行して1ヶ月遊べる権利が得られるとのことです。
このバンドルは2023年8月から1年間限定で購入することができ、その後はアーク1リメイク版とアーク2は個別に販売されるみたいです。それぞれの価格は不明となっております。一方でプレステ5では現状アーク2が出ないので、アーク1リメイク版のみが 39.99 ドルで2023年8月から購入可能とのことです。ここで買えるアーク1リメイク版にはアイランドが遊べるゲーム本編に加え、バトロワ版アークであるサバイバルオブザフィッテストおよび無料の DLC マップが付属します。 DLC マップはおいおい追加される予定です。この本編とは別に拡張パックも発売されます。まずはエクスプローラーズパス、こちらは 19.99 ドルです。スコーチドアースアベレーションエクスティンクションが含まれます。スコーチドアースはリリース時から遊べ、アベレーションは2023年の第4クォーター、エクスティンクションは2024年の第1クォーターにリリース予定です。次にジェネシスパス、こちらは 19.99 ドルです。ジェネシスパート1とジェネシスパート2が含まれます。パート1は2024年の第1クォーター、パート2は2024年の第2クォーターにリリース予定となっております。アーク1リメイク版の ASA はただアンリアルエンジン5でグラフィックが良くなるだけではなく、様々な改良が加えられます。まずはアンリアルエンジン5によるグラフィックの強化、パフォーマンスの向上。まずこれは当然ですが改善します。水や光の表現が綺麗になったり、より現実に即した物理演算が行われるようになります。次にクロスプラットフォーム対応のマルチプレイ。先ほども言ったように違う機種間で一緒にプレイできます。念願の PC 版とプレイステーション版で一緒に遊ぶことができるようになります。またコンソールでもモッド使用化、 PC 版でしか使えなかったモッドがコンソールでも使えるようになります。プレステ5でもモッドマップやモッド生物を楽しめるようになります。さらにリメイク版ならではの新コンテンツ追加、展示ケースといった新しい建築物の追加や生物のバランス調整も入るとのことで、ブリーディング可能な生物も増えるみたいです。他にもイベントが開催されることや、2023年第4クォーターには新たなストーリーマップもリリースされるとのことです。ついでにサバイバルオブザフィッテストもリメイク、バトロワ版アークもアンリアルエンジン5で生まれ変わります。割と生まれ変わったばっかりなような気もしますが、マップにスコーチドアースが追加されたり、コスメアイテムでサバイバーや恐竜の見た目を変更したりできるようになります。他のバトロワゲーのような機能が追加されるみたいですね。注意点として、アーク1リメイク版は現在のアーク1と互換性はありません。2つのゲーム間で一緒に遊ぶことはできないし、データの引き継ぎもできないので1からのスタートとなります。またプリミティブプラスは廃止となります。現在異なるゲームモードとして遊べるプリミティブプラスはなくなります。あんまり遊んでる人はいないと思うのであまり問題ではないでしょう。このリメイク版は今後数年間にわたり新コンテンツの導入やバグ修正、バランス調整などを行っていくとのことです。このことからもおそらくアーク2と共存するような形になると思います。アーク2はアーク1とは完全な別ゲーと考え、元々のアークのシステムが好きな人はこのリメイク版を遊んでねってことになるのではないかと予想しています。個人的には今のアークのシステムが好きなので、アンリアルエンジン5で生まれ変わってくれるのはとても嬉しいです。ただ拡張パックも含めて全部買い直さないといけないのはなかなかきついですね。買うんですけどね。アーク2に向けた資金集めも兼ねているとは思います。その分しっかりいいものを作ってほしいです。アーク2がこけた時の保険のようにも見えますが、アーク1のゲーム性は素晴らしいので、このリメイクでバグなどが減ってくれればガチの神ゲーになると思います。期待しています。まとめはこのようになります。現行のアーク1には8周年記念となる2023年6月にファン投票で1位になった新生物リニオグナタの追加を含む最後のコンテンツ更新がなされます。その後はクラッシュと重大なバグ修正のみが行われるとのことです。そして何より衝撃なのが2023年8月のリメイク版の発売に伴い、現行アーク1の公式サーバーは閉鎖されるということです。
PC、Xbox、プレステ4の全ての公式サーバーが対象となります。その時点で最終的な公式サーバーのデータは個別にアップロードされ、それをダウンロードすることでローカルや非公式サーバーなどで引き続き同じデータで遊ぶことはできる模様です。正直リニオグナタの追加は予想より早くてびっくりしましたが、それよりもびっくりしたのが公式サーバーの閉鎖ですね。いくらなんでも早すぎやしませんでしょうか。公式サーバーで長くプレイしている人たちにとってはかなりショックだと思います。いくらデータを引き継げるとはいえ、そこはもういろんな人がいてリアルタイムで変化する生き生きとした世界ではないです。時が止まったコピーの世界になっちゃうので、意味合いがちょっと変わっちゃうんじゃないかなと思います。アーク1のリメイク版は最初から今の全てのコンテンツが遊べるわけではないし、しかも買い直さなければいけないしで、リメイク版が出てもすぐには移行せず、現行のアーク1を続けようと思う人もいるはずです。もう少し公式サーバーを維持する努力はしてほしかったなという印象ですね。まとめはこのようになります。スイッチ版アークに関しては北米版での話になりますが、マップのリリース時期が発表されました。まず4月11日にエクスティンクションがリリースされます。その後5月にスモールトライブサーバーが稼働し、6月にジェネシスパート1、10月にジェネシスパート2がリリースされます。残りの無料 DLC マップは2023年の冬から2024年にかけて実装されるようです。アジア版に関しては発売時期の言及はありませんでしたが、おそらく北米版の数ヶ月遅れでリリースされるものと思われます。スイッチ版に関しては今後もイベントが実施され、4月にはイースターイベントが来ます。また公式サーバーも引き続き稼働します。ただ依然として快適性に不安はあるので、今後も運営の継続的なサポートを期待したいですね。まとめはこのようになっております。これまで大きな更新もなく放置されてきたモバイル版アークですが、この度生まれ変わるようです。2023年末に完全に刷新された製品として再発売されるとのことです。どうやらスイッチ版アークを移行するような形になるみたいです。アイランド以外のマップも順次リリースされていくとのことなので、モバイル版ユーザーには朗報ですね。ただしこちらも現在のアークモバイルとは完全に別となると思われます。なのでデータの引き継ぎは多分できないんじゃないかなと思います。それと言及されてはいないのでまだ分かりませんが、有料になる可能性が高いと考えています。これに関しては今後の続報を待ちましょう。まとめはこのようになっております。いかがでしたでしょうか。なかなか盛りだくさんな内容でしたね。日本ではエイプリルフールにあたる日時での発表でしたが、おそらく嘘ではないでしょう。ちなみにアニメ版は大きな報告はなかったですが、順調に進んでいるとのことです。個人的な感想としては、アーク2の延期は想定内。ただしゲーム性がアーク1とかけ離れたものになるということがますます示唆されたので、そこがかなり不安ですね。アーク1の正当進化であってほしいと切に願います。一方でアーク1のリメイク版はとても嬉しいです。発売時期も思ったより早かったので、そこは嬉しい誤算でしたね。アーク1がただ綺麗になるだけじゃなくて、いろいろと新しい要素が追加されたりとか、コンソール版でもモッドが遊べるようになったりと、かなりねワクワクする要素は盛りだくさんなんで、あとは本当に今のアーク1のようにバグまみれにならないように願っています。現行アーク1の公式サーバー閉鎖はかなりショッキングですね。これがアークのプレイ人口にどれだけ響くのかが注目です。スイッチ版アークはまだまだこれからのコンテンツなので、スイッチ版アークをプレイしている方は、特に心配することもなく今後も楽しめるのではないでしょうか。モバイル版アークの復活はサプライズでしたね。ちょっとまだまだ情報が少ないですけども、朗報であるということには変わりないと思うので、こちらも楽しみに待ちましょう。ということでね、今後のアーク、不安もありますが期待も多いということで、これからもねアーク楽しんでいきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんも一緒に楽しんでいただけたらなと思います。というわけで今回の動画はこれで以上になります。
最後までご視聴ありがとうございました。では。